さあ皆さん、チョコレート食べてますか？今日はですね、もうザックザクのクッキーシュークリーム、こちらの作り方を紹介したいと思います。ぜひ最後まで作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、これ今日使う卵なんですけど、3つ分ですね。で、これちょっと先に割ってしっかりほぐしておきたくて、あ、殻が入った。後で取るんで、これをほぐしておきます。はい、これクッキーシューのクッキー部分作っていくんですけど、これバターですね。これ600ワットで溶かしておきます。はい、これバターが溶けたらここにお砂糖ですね。砂糖を全部入れて、これきび糖とかなんかアレンジしても全然大丈夫です。でちょっとこうバターの水分吸わせて、しっかり溶かして、でここに粉をふるっといた粉を全部一気に入れちゃいます。でこれバターの水分が全然足りなくて混ざんないんで、これ卵ですね、さっきこうやって溶いたやつ、これを 10g ぐらいこっちにちょっと入れます。もうね大体でいいんですけど、はい、ちょっとだけですね。でこれを混ぜていきます。ちょっとこうボウルに押し付けるように混ぜていくと結構簡単に馴染んでいきます。はい、これ今ひとまとまりになってきたんですけど、これ普通だったら柔らかいバターで粉とか混ぜていくと思うんですけど、そうするとなんかねクッキーみたいなこうサクッとしたほろっとした食感になります。でバターを溶かして水分出した状態でやっていくと焼いた時にガリッとするので、今回はシューなんで、ガリガリした方が美味しいと思って溶かしバターでやってます。こんな感じですね。出来上がりの生地、結構硬くて手につかないような状態です。これを伸ばして、生地の方ですね、さらに作っていきたいと思います。これね、透明のやつ今回使ってるんですけど、皆さん見えるようにしたんで全然これじゃなくてもいいですよ。でこれを綿棒で伸ばします。これ伸ばしていくんですけど、丸型で8個分ぐらいにしか抜かないんで、そんなに大きくする必要なくて、でもしこれ角が余ったらまた合体させて使えるので、何回でも使える生地です。はい、これちょっと抜くまでの間一旦冷凍庫で冷やしておきます。はい、これ火を使わないでレンジで作るカスタードをやっていくんですけど、これ卵黄にお砂糖です。で混ぜて、でこれ容器はレンジにかけるんで一応耐熱になってます。でこれ馴染めばいいんで、いっぱいガシャガシャすり混ぜる必要はないです。もうこれぐらいでバッチリです。はい、そしたらふるっておいた粉ですね、これも入れます。でこれ今薄力粉なんですけど、例えばコーンスターチとかにすればあんまりこう食感がない柔らかいカスタードになりますし、片栗粉でも何でもできるんで硬さが変わるだけですね。はい、これも混ざれば OK です。で次はこれもう温める必要なくて冷たい状態の牛乳ですね。でこれちょっと溶き伸ばす感じです。でもしバニラとか入れたかったらもうこの段階で入れてください。バニラビーンズでもエッセンスでもいいので入れれば、スパイスとかでも全然いいです。で生クリームを一部ちょっと入れてコクを出すとかもできるんで、アレンジは概要欄に書いておきます。でここはしっかり混ぜて、混ざったらラップをしてもらって、600ワットのレンジで加熱していきたいと思います。はい、これ今1回加熱した状態です。まだ全然変化はないんですけど、必ずこうやって攪拌して中の温度を均一にしてください。それが滑らかにするポイントです。でまた同じラップしてこれを繰り返していきます。はい、これ結構見た目も変わってきました。結構固まってますよね。でこれをしっかり混ぜて同じ硬さにしてください。何回も言ってるんですけど、こんな感じ。でもちょっとまだ硬い感じですね。まだねちょっとボテーっとしてるんですよ。これがもうサラサラっとしてくると火が入った証拠なんで、
もう一度加熱していきます。さあ加熱終わりましたです。僕結構最後の方熱いんでちょっと手袋します。でしっかり混ぜて硬さを揃えてもらって、これ分かりますか、さらーっと流れるような感じ。まあ回数守ってもらえればこの状態になるので、目安は見た目の目安で言ったらこんなさらっとした感じですね。でこれをバットに広げてなるべく素早く冷ましていきます。でこれラップをしてもらいたいんですけど、これかぶせるじゃなくてもうここ密着させる。そうすると乾燥しないんで必ず密着させてください。でなるべく薄く、こんな感じです。これを急いで冷やしていきたいと思います。はい、この後シュー生地作っていくんですけど、まずこれバターですね。バターにお水です。で今回は塩を入れます。これはねもう裏技です。うまみになるので絶対入れてください。でラップをしてもらって600ワットで加熱していきます。はい、これ材料にある粉なんですけど必ず振るようにしてください。はい、これ今チンして温めたところに一気に粉を入れます。なのでこれふるっとくのが大事です。で粉を水分が吸うように混ぜてください。でこれ粉の温度を上げたいのが目的なので、必ずチンしたらもう一気に粉入れて一気に混ぜ始めちゃってください。じゃないとこうやってなんかマッシュポテト状にならないと思います。粉が入ったら温度を上げるっていうのが結構ポイントです。で素早く混ぜる。でこれ本当は鍋でやったりするんですけど、レンジでやることによって秒数とかが決まるので同じ安定した生地ができます。でしっかり混ぜてください。こんな感じ、マッシュポテト状態って言ってるんですけど、こんな感じですね。そしたらラップをしてもらってこれをまた加熱していきたいと思います。はい、これ1回今チンした状態ですね。これ何してるかっていうと、粉に水分が入ってさらに加熱してこうやって混ぜることによって綺麗に膨らむ生地ができます。はい、まだまだあと1回だけ加熱していきます。はい、これ2回目加熱したらしっかり混ぜてください。結構ねなんかさっきマッシュポテト状態だったんですけど、少しパサついてくるというか水分が飛んでくると思います。でここでね混ぜるのが結構大事なんですよ。均一に混ぜとくとこの後卵とか入りやすいのでしっかり混ぜてください。わかります？こんな感じですね。そしたら卵を入れていきたいと思います。はい、これ均一にしっかり混ぜたら卵を入れていきます。これ1回で全部入れるんじゃなくてちょっとずつちょっとずつこうやってなじませていった方が綺麗に混ざるので分けて入れていってください。大体で大丈夫です。また次の卵を加えていきます。はい、これ混ざったらまた卵ですね。これ全部入れちゃいます。これ最初に卵割ってるんですけど、これ結構大事で、卵常温だとどんどん混ざっていくのでおすすめです。割りたてだと多分ねもう全然混ざらないと思います。はい、これ卵が均一に混ざったらこれちょっと確認なんですけど、もし硬かったらちょっと卵足したいんですけど、仕上がりの状態ですね。いっぱい生地こうすくってこのままひっくり返してこうボテってこの感じ。よくここがこう二等辺三角形とか本に書いてあるんですけど、このぐらいの柔らかい感じだったら綺麗に膨らんでいくと思います。これで絞っていきます。はい、これサブレと同じ5センチの丸型なんですけど、これでちょっと絞るところの目安を、ね、ちょっと皆さんはあんまり見えないんですけど、こうやって模様をつけとくと絞りやすいです。一応323で8個ですね。ここにこうやって絞っていきたいと思います。
でこれ5センチの丸型でちょっと抜いて、これちょっと1個やってみます。これ冷えてる間がいいんで、これをのせます。これちょっとお水なんですけど、こうやって軽くこうちょっと拭いてもらって、何してるかっていうと、ここに水があるとここは水蒸気になって生地が結構膨らみやすいんですね。なのでもしお餅のオーブンなんか火力弱いなとかだったら拭いた方がいいです。あとはオーブンによってこのシューから出る水分だけで膨らむやつもあるんですけど、うちのやつは弱いので念のため振っときます。これで焼いていきます。さあ焼けました。いい感じです。で焼けたらもうこのまま粗熱を取って置いといてください。はい、見てください。これぐらいですね。カスタードと合わせるときはしっかりボソボソに泡立ててください。これしっかり冷やしたカスタードはこうやって綺麗に剥がれるので、はい、これ綺麗に火が入ってるとこうやってつるんって剥がれるはずです。でもしこうやって剥がれなかったらもう加熱が失敗してるんで、もう一回加熱するしかないんですけど、今回は綺麗なんでこれをこうやってほぐして使っていきます。でこの粘りは粉の量によって違ったりとか、さっき言ったコーンスターチとか粘りの素を変えることによって全然違ってくるので調整してみてください。これでほぐしていきます。はい、これぐらい均一になったらもうバッチリですね。ツヤっとしてて、口どけ良さそうな感じです。これを生クリームと合わせていきます。これ今生クリームと合わせるんですけど、これちょっと硬さがあるじゃないですか。硬いじゃないですか。で生クリーム全部入れても混ざらないんで、生クリームの一部を先入れてちょっと伸ばしちゃいます。でカスタードの場合は生クリームがこう柔らかくなっちゃうので、ボソボソまで泡立てるっていう風にしてます。ここでしっかりなじませてから生クリームと合わせてください。はい、さっきよりちょっととろっと伸びた感じですね。そしたら2つ合わせていきます。はい、これ混ぜていくんですけど、これ完全に混ざりきらなかったらマーブルになってそれはそれで美味しいんで、今回はしっかり混ぜちゃいます。これ生地を混ぜるやり方と一緒ですね。はい、結構簡単に混ざりました。これをさっき焼いた生地に絞っていきます。はい、これ綺麗に焼けて粗熱取れたやつですね。でこの後ろの、今日はこれ切らないんで後ろに穴開けます。これギザギザの口金でこれでくるくる回せばちっちゃい穴が開くので、中入ったらちょっとこんな感じ。あんま大きくてもしょうがないんで、でもなかったら竹串とかも箸とか何でもいいんですけど、要は後ろに穴を開けたいっていうだけです。はい、これ絞り袋に入れたクリームですね。これ絞っていきます。これね、左手で重さを感じて周りに入っているのを確認して、ちょっとこう見えないかな。ガーって結構入ったら出すんですけど、こうクリームが動いて出てこようとするんですよ。それぐらいいっぱい詰めてあげてください。はい、これちょっと2位なんですけど、粉糖シュークリームなんで軽く振ったらもう完成ですよ。見てください。めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。これ見てください。これめちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。これでシュークリームは完成です。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。見てください。もうこれやばくないですか。
何ですかこれ、売り物ですよ。やばい、これやべえな。見てるこれ、マジでうまいよ。その辺のってやめとけ。うまい。あ、これポイントの差ですね。もうポイントはもうほぼってもう全部言い尽くしたんですけども、めちゃくちゃ美味しいのでやってほしくて、失敗しないようにこう膨らませようと思ったら、もう生地こう混ぜまくったじゃないですか。だから、温めたら混ぜまくってください。あとはあったかいうちに生地を絞ってサブレ乗せて焼く。そうすると膨らむんですよ。なんでかというと、家庭用のオーブンはちょっと火力が弱いんで、あったかいうちだったらもうそのままバーンって膨らんでこんな感じでできてくれるので、ぜひやってみてください。もうね、なんだろう、美味しいんだよね。食べてほしいんですよ。どうするこれ、売るうちのお店売ってないんだけど、売ってもいいかな。うまい。300、いや580円だねこれね。誰にも伝わらないけど最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるの楽しみにしております。どうぞ。